皆さんこんにちは、ケンです。今回の動画なんですけども、皆さんこの動画見てくれてる7割ぐらいはスイッチ勢だと思うんですよ。やっぱスイッチの問題点があるとすれば FPS が30しか出ないっていうところだと思うんですよ。今回ある記事を見まして、スイッチの次のハードだから Wii U からスイッチになったみたいな感じで、スイッチから次のハードになるみたいな、そういう記事の内容を見まして、今回はそれについてもしかすると皆さんが一番望んでるところが出てくるかもしれないという感じになるので、今回はその記事についていろいろ話していきたいなと思いますので、よかったら最後まで見てください。それと皆さんの一番好きなスイッチのゲームソフトを、一つコメントに書いていただけると嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。その前に毎週土日にスキンやアイテムをギフトする企画を開催したいなと思っております。参加条件は高評価、もう一つはクリエイターサポート兼0418、アイテムショップ右下からこちらのコードを打っていただくとクリエイターサポートをしていることになりますので、こちらの参加条件でぜひよろしくお願いします。配信なのでギフトを毎週渡していこうかなと思いますので、もしよろしかったらミルダム YouTube の方のチャンネル登録、フォローの方していただいて、配信をチェックしていただけるとギフトを配布するときに見に来れるかもしれないので、ぜひ気になる方はこちらもよろしくお願いします。さあ、というわけでですね、今回話していきたいのはスイッチ勢に向けて、スイッチ勢だけじゃなくても普通にね PC とかでやってる人でも結構嬉しい情報なのかなと思うんですけども、一応ね今スイッチっていう任天堂で出されてるハードはスイッチが今一番新しいと。で、この間スイッチの新しい有機 EL ディスプレイの、白いやつが出たと思うんですけど、あれがスイッチ回みたいな感じで新しいのになっているわけですよ。で、さっき冒頭で話した通り Wii U からスイッチみたいな次のハードに進化する、そのハードまたスイッチから新たにWii U とかね、そういう新しい名前の、ハードが出来上がると。で、それに関してはね、明確なそういう詳細は分かんないんですけども、こういう記事を見まして、任天堂次世代ゲーム機もハードソフト一体型は変わらないということで、これは何かっていうと、今ね Wii U とかってカセットとそのゲームするねパッドとかがちょっと違うじゃないですか。なのでちゃんと本体を持ってかないといけなかったところが、今回のスイッチのいいとこっていうのはゲームソフトを入れたままどこでもできる。今までとは違うね、ゲーム機を持っていけばどこでもできるみたいな、そういう状態になっていて、次スイッチのさらに新しいまた新しいのを作った時にもその仕様は変わらないと。で、そういうのを今後とも作っていきたいみたいな、そういう感じになっておりまして、で皆さんがねやっぱ一番気になるとこ、スイッチで 30fps 以上が出せる、そういう感じになってほしいっていうのが願いだと思うんですよ。で、皆さんスイッチがいつ販売されたか覚えてますかね。スイッチが販売されたのはおよそ、今から4年ぐらい前かな、2017年の3月15日とかなんですけど、その時って、今ねそれこそフォートナイトとか、他の APEX とかそういう FPS ゲームが結構流行ってきた時期なんですけど、その当時ってあんまりねそういう FPS とかフォートナイトの、こういう認知度がなかった。なんなら出たばっかりみたいな、本当に出たばっかりでここまで流行るとは思ってなかったみたいな。なので普通のゲームをする分には 30fps でも十分足りますよみたいな感じだと思うんですけど、今はねもう 30fps どころかもう60でもちょっと低いみたいな。僕は今240でやってるんですけど、やっぱその世界でやってると30からいきなり240すると目がもう明らかに変わるんですよ。本当にヌルヌルだなって余計に感じるぐらい、こういうゲームにおいて 30fps とかその FPS はすごい大事になってくるんですけど、やっぱ未だに Nintendo Switch だけはそこだけ、一応ねプレステ5とかなったら 120fps とかなってくるんですけど、やっぱ Nintendo Switch だけはちょっとそこがどうしても無理だと。で、おそらく次のハードに関してはここ60、最低でも60にはなるんじゃないかなっていう予想になっていて、じゃあいつぐらいに販売されるのっていう感じなんですよ。ちなみにこの記事に関しては11月、今年の11月5日の2022年3月期の、経営方針説明会の時の内容が書かれていると。で、そういうね一体型ソフトとその本体がちゃんと持っていける、だから誰でも手軽にゲームができる、そんな感じにしていくよっていう報告だったんですけど、いつぐらいに販売されるかみたいなのは書いてないんですよ。なので大体の予想でね、じゃあ仮にスイッチとその前のソフト、ハードか、Wii U がどれぐらいの感覚で発売されたのかっていう感じなんですけど、一応まず前のソフトのね、Wii U に関しては2012年の、11月18日なんですよ。なので今
今から、おおよそ、9年ぐらい前か9年ぐらい前に発売されたハードなんですけども、そっからじゃあスイッチへ、さっき言ったと思うんですけど、2017年の3月15日と、大体4年ぐらい経ってるわけですよ。でじゃあ今どうかって考えると、今もう2021年で、あと1ヶ月もう1ヶ月もすれば、2022年になるわけですよ。って考えるともう5年経つわけですよ、スイッチが発売されてから。なのでそう考えると、早かったら来年、遅かったら再来年ぐらいの感じで、スイッチの次のハード、多分名前はスイッチとかじゃないと思うんで、またどうなんだろうな、Wii U ときてスイッチプロとかになるのかな。今回有機 L ディスプレイが発売される前はその名前がねスイッチプロになってたと思うんですけど、もしかしたらそういう感じのね、また新たになんかいろいろできる、見た目とかが大きく変わってさらにより良くねなっているスイッチプロみたいな、そういうのが出てくるのか、はたまた全然違う名前のやつが出てくるか、おそらくそういう感じになってくると思うんですけども、今現在でねスイッチまだ売れてるわけですよ。皆さんのとこも結構都会の方だったら残ってないみたいな、その売り切れがあってまだ僕の手元に買えないみたいな感じだと、そういう感じのとこもあるかもしれないんですけど、ようやくね、僕住んでるとかそんな都会じゃないので結構売れて、まだ在庫残ってはいるんですけど、割とねスイッチって今でも売り切れが続出してるわけですよ。だからまだ売れてるってことはまだ買ってる人がいるってことなんで、そんなに早くもうちょっと売れるまでは残しておこうみたいな、次の出すのは抑えておこうみたいな感じになると、ちょっと販売が遅れてくるのかなっていう感じもするんですよ。で今現在ね、今11月だと思うんですけど、今のこの月までに売れた本数っていうのが大体9000万ぐらいらしいんですよ。なのでもう1億いきそうなんですよね、このままいけば。コロナっていうのもあって結構やっぱ家とかでね過ごす人はゲームしたりとかでちょっと時間を潰すみたいな、そういうあれでどんどん売れているという感じなんですけども、やっぱそれが影響してね、まだもう9000万そして1億と届きそうであれば、やっぱもう少し残しておくのが妥当なのかなっていうところなので、ただやっぱスイッチ勢の人からのね願いだと、やっぱ 60fps の新しい新世代機が欲しいみたいな、そういう感じではあると思うんですよね。なのでまだ詳しい詳細は出てないんですけど、たまたまこの記事見つけて次のハードを考えてるっていう、そういう話が出てるってことは、最低でも 60fps は保証してくれるんじゃないかなと。さっき最初の方に話した通り、その当時スイッチが販売される時はまだフォートナイトとか FPS が全然流行ってない時だったんで、30fps でもいいかなっていう感じだったと思うんですけど、もう今はねもうやってる人がほとんどで、しかも今僕がこのゲームとか他のゲームとかでもやっぱりねやってる年齢層が結構低め、本当にスイッチ使ってる人がユーザーの7割ぐらいを占めてるんじゃないかなと思うので、やっぱねもうそこが 30fps でとどまってるっていうのは明らかにおかしいことだと思うので、次のハード機はね 60fps 最低でも60で、高ければ120とかを保証してくれるんじゃないかなと思うんですよ。で仮にまだ発売されないとしても、フォートナイト多分こっから先 3,4 年は終わんないと思うんで、次の次世代機が販売されるまでにはまだフォートナイトとか続いてると思うんで、その人気が低下しない限りはまだ大丈夫だとは思うんで、おそらく任天堂のスイッチの次、任天堂のその新しいハードで 60fps 体験はまだ可能なのではないかなっていう僕の予想なんですけども、いやこれに関してはいかがでしょうかね。多分皆さんもね 60fps とかになってほしいと思ってる方非常に多いと思うんで、今たまたま見つけたねその記事を見させていただいて皆さんに説明させていただきました。もしこの動画が参考になったらぜひ登録と高評価、この2つよろしくお願いします。というわけで今日の動画以上となります。また別の動画で皆さんお会いしましょう。バイバイ。